皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは日本一周を終えて静岡県富士宮に移住した寺田夫婦です。今回は私たちの愛車であるスイちゃんのお話をしていきたいと思います。納車して3年半が経ちました。はい。このハイエースで今も車中泊やキャンプ、そして私たちは日常使いとしてもスイちゃんに常にお世話になっています。ハイエースに乗って3年半、良い点悪い点などハイエースの本音についてお話ししていきたいと思います。こちらのハイエースを買いましたのは2022年の7月ということで、それまでは僕たちラブ4という車に乗っていて、はい、そちらの車も大好きだったんですが、日本一周をするということで快適な空間で過ごしたい、ずっと乗り潰したいということで新車で購入したのが当時7型と言われていたハイエースになります。フレックスというお店で買いまして、外装のちょっとこだわりポイントだけいくつかを変えただけで、それ以外はもう内装は何も変えずに、あとは自分たちで DIY しました。友達の大工の力を借りて今のこの快適な空間を作り上げたというような感じです。中古車も迷って結果ずっと乗っていきたい車ってこともあって新車を購入して、そちらを DIY して日本一周の旅に出ました。まずは良かった点についてお話しします。一番の良いと思っているところはアウトドアと車中泊に最適だというところです。荷物ももちろん乗りますし、何よりもこの広い空間っていうところが車中泊してても寝泊まりするのには全くの不便もないです。日本一周中にいろんな人たちとの出会いがありましたけど、軽バンの良さはもちろんあるとは思うんですが、軽バンだったら僕らは結構きつかったかなっていうのを正直な感想。やっぱ2人っていうところもあるし、ずっとそれで旅をするっていうことに関しては軽ではなくて思い切ってハイエースを選んでよかったなって思う大きな良い点です。これについては僕たちの場合ですから、ずっと日本一周してる人はほとんどいないと思いますので、次にこちら商用車と言われている通り荷物がたくさん乗るという点もすごくいいです。はい、僕たちは宮崎県から静岡県富士宮に来るまでにもうこの車1台のみで引っ越しを完了させました。もうある程度の大きな荷物も乗るし、友達とか家族の引っ越しの時の手伝いにも使えるし、キャンプとかでもたくさん荷物乗るから冷蔵庫積んでバッテリー積んでいろいろ荷物積んでっていうのも不便なくできる、プラス荷物積んでもなお居住空間も保てるっていうところで、やっぱりこの広さが存分に活かせるのがハイエースだと思います。あと良かった点としては、僕らは軽油ディーゼル車にしているので、ガソリン代は浮くというところがいい点かと思ってます。今の時代ね、高くはなってるけどそれでも安いっていうのは強みかなと思う。あとはすごい距離を走ってるけど何の故障も生じてないっていうところですね。やっぱり長く乗れるっていうところも自分たちがハイエースを選んだ点でもあるので、もう今現時点新車で買って7万キロを超えてるんですけど、正直何の不便もしてないし、こんなに距離走ってるけど故障してきたかなっていうのもないです。もともとハイエースっていうのはエンジンがすごく強いっていうところもあって、全くそこに不安っていうのもなく、どんなに長距離走っても安心して安全に運転できていると思います。もう乗り潰すつもりで買ってますが、あと何十万キロ走れるのか正直そこも楽しみだなとは思っているところです。もう一ついい点としては運転がすごくしやすいということです。私も日本一周中、そして今も仕事の通勤とかでも実際にハイエースで通勤していたこともあったんですけど、すごく運転がしやすくて普通に乗りこなして、今すごいってすごい皆さんに言っていただくんですけど、すごく運転しやすいです。前が短い分眺めもいいし乗りやすいし、ギリギリ前詰めても安心して詰められたりとかもできるので、そこの点はすごく安心して女性でも運転できると思います。想像以上に運転がしやすい車だと僕らは思っているので、そうだね、一度女性の方も試してみてください。かっこいいっていう感じ、かっこいい感じですかね。はい、そう見えるのもあると思います。はい、良い点についてはここまでです。良い点言い出すと僕らの場合止まんなくなるので、とりあえず大まかにこのぐらいにしておきたいと思います。はい。次に悪い点についてお話ししていきたいと思います。まず一つ目が、乗り心地の部分あまり良くないというのが一つ目です。もちろん商用車であるのでそれは当然だと思われる方もいらっしゃると思いますが、サスペンション変えたりとかいろんな自分なりに変更すればまた乗り心地は変わってくるとは思いますけど、僕たちはもうそこはそのままにしていますので、縦揺れに弱い、あと段差に弱いっていうところがありまして、雪国の道路を走っている時に結構道路が悪かったりしてかなり揺れたりとか、スーパーの駐車場の段差を越える時もめっちゃゆっくり走ったりとかしないと、ガッ
ダンってめっちゃ跳ねるので、そういった乗り心地が悪いっていうのと、それに関してさらに僕は酔いやすくなっちゃうので、揺れっていうところが不安になってくるかなと思います。跳ねるっていうことに対しては段差を勢いよく降りてしまった時にやっぱバウンドしちゃって前をちょっと削っちゃってるんですよ。見えないところだけどこう下を削ってしまっていて、これは日本一周中にやってしまったんですけど、道路に出る際にね、そう急いであれをめっちゃゆっくり降りないとうん車を傷つけちゃう、かつ周りの人もちょっと迷惑だろうなって思うけど、やっぱそんな車を傷つけたくはないから割とゆっくりめに登るし降りるっていうのはちょっと大変かなって思っています。フロントスポイラーの多分下の部分はスイちゃんもちょっと傷ついてるのがあると思います。バウンガガササってってやつねやっちゃったので、これは僕たちが実際に体験したっていうよりかは、同じハイエースに乗ってた方に聞いたけど、2列目のシート僕らも外してるんですよね。2列目のシートとかは結構直角のシートだったりするので、通常はそういったところの乗り心地、シートを変えない限りはそこは出てくるのかなと思ってます。続いて2つ目は音問題です。私たちは DIY してる時に防音の施工を一応してるんですけど、エンジンルームに防音シート貼ったり、隙間に一応密封できるようなシールみたいなやつを貼って密度を高くして音が漏れないように入ってこないようにっていうのはしてるんですけど、それでもやっぱり音が大きい、通常の乗用車とか乗った時に全然違うねって毎回話すんですけど、音問題はちょっと気になるところはあると思います。新しい今後のハイエースはエンジンが前につくっていう話も聞いてるので変わってくると思いますけど、これまでのハイエースは結局前の座席の下にエンジンとかがあったりするので、そこからディーゼル車ならではのカラカラ音みたいなのが聞こえたりとかっていうのは最初の頃特に感じていたので、音問題は対策しないと結構きついのかなと思ってます。でさらにエンジンが下にあるので熱問題というところも実はありまして、結構シートが走りすぎると熱くなりやすい、エンジンの熱を受けて熱くなりやすかったりするので、僕たちはその温度も遮断できるように断熱材とかも敷いて DIY しているところです。車内全体にも断熱材っていうのは入れてるので、一応断熱しつつ車中泊もしておりました。次に良い点でもあり悪い点でもあります。運転はしやすいんですけど小回りが利かないっていうところは悪い点に挙げられます。実際に通勤用で使っていた時期もありましたし、私たちはこの車1台のみで生活をしているので、買い物行く、ちょっとした買い物行くにもスイちゃんで移動しています。もちろん荷物がたくさん乗るんですけど、後ろが長くて内リーサー気をつけなきゃいけない。あとは割と富士宮って坂が多かったり道が狭いところ、一方通行っていうところも多いので、そういった時に小回りだったりとか、あ、やばい間違えたっていう時にバックするのにも大変だったりとかっていうのはすごく気になります。なので日本一周終わってからはやっぱ小回りの利く軽とかあったら便利だなって思う時も増えてはきました。2人で話した感じはこれくらいかなと思います。全体的にやっぱいい点の方が多いし、私たち的にはすごくハイエース気に入っています。その良さを知ってる人たちが世の中にたくさんいると思いますけど、僕たちなりにたくさん乗ってきた本音を今回お伝えさせていただきました。はい、いろんな方とお話しする中でもやっぱハイエースいいよねって言ってくださって、実際にそこでデモとはならなくてめっちゃいいですよって絶対お伝えしてるので、それだけやっぱアウトドアが好きな人、車中泊が好きな人、これから家族が増えてとか家族が多くて乗り換えたいなとか思ってる人にはすごくおすすめしたい車になってます。すごく高価なものではあるんですけど、長く乗れるっていう点で、長い目で見て乗り続けるっていう点ではすごくおすすめしたいです。こちらのスイちゃんと3年半僕たちは過ごしてきたわけなんですが、はい、日本一周をした関係もありまして、あと駐車場関係もありまして、このスイちゃんにはいつも野ざらし、紫外線も受けてるし、黄砂も花粉も何もかも受けているような状況で、綺麗にしてもすぐそういった状況になってしまうというところで、1000車ぐらいしかこれまでもやってこれてなかったので、大切に乗ってきてはいるんですが、1000車ぐらいしか僕たちもメンテナンスみたいなのはできていません。その中で今回 CM とかですごく気になっていたキーパーさん、いつかやってみたいなと思っていたんですが、浜松の方に新しくキーパーラボっていうお店ができまして、ありがたいことにお話をいただきましたので、こちらのスイちゃんもっと綺麗にしてあげたいという思いでそちらの方に行ってきました。雨やら台風やら本当にいろんな状況も乗り越えてきてくれたスイちゃんにもっと綺麗に新車のように蘇らせてあげたいという思いでスイちゃんを連れて行ってきましたので、ぜひ見てみてください。この後その様子をお届けします。では一旦どうぞ。
すいません、こちらのお席来ていただいてお願いします。本日ご来店の方ありがとうございます。当店のご利用の方は初めてですか？はい、初めてでかす。しこまりました。ありがとうございます。当店の方なんですけど、一応お車の車種によってサイズの方が変わってきまして、LL サイズになりますので、はい。本日の方がダイヤ2キーパーのプレミアム仕様でご予約いただいてるんですけど、お間違いなかったですかね。はい。最新の新しいコーティングの種類になります。一応当店で扱ってるコーティングっていうのがクリスタルキーパー、フレッシュキーパー、ダイヤ2キーパー、EX キーパーの4種類になっております。こちらの2つですね、一応耐久性の方が1年間で、こちらが1年間から2年間のコーティングになってまして、本当に初めてコーティングされる方だとか、お手頃な価格でちょっとお試しでやってみたいよっていう方には、こちらの2つはおすすめしております。一応こちらがノーメンテナンスで3年間。で、メンテナンスの方を2年に1回入れていただくと6年に伸びるコーティングになってます。なので本当にお車ご購入したての方とか、車大切にされてる方、長く乗りたいよっていう方にはものすごくおすすめしてるコーティングになってます。この2つに比べるとコーティングの厚みっていうのが結構違ってきます。ダイヤ2キーパーめちゃくちゃツヤがあるのと弾きっていうのはやっぱり違ってくるので、車新車のように綺麗に輝きは取り戻せるかと思います。難しいね。その感ちょっじ。と黄色くなってきてる感じがあって、それが気になってたので、黄ばみですね。ミラーの下の涙みたいまっすぐ黒い線みたいなやつですか？黒い線がどうしてもはいはい。お車って今乗られてちなみにどれぐらいになりますか？な。もう3年半ですかね。3年半ですか？でも結構綺麗だったので、お手入れとかって結構まめにはされてるんです？最近はあまり正直できてない。洗車も手洗いじゃなくても洗車機で洗車機でやってるので、はいはい。ちなみにお車保管環境とかってどういった感じになりますか？もう野ざらしというか、青空駐車みたいな。そしたら、ちょっとお車の状態の方を一緒に確認させていただきたいので、はい。一緒に一周確認させていただいてもよろしいですか？はい、お願いします。お願いしさっき言ってたこの洗車してもやっぱなんか雨が降った後とかにすぐこうやってはいはい。跡がついちゃうっていうのと、距離を自分たちで走ることが多くて、はいはい下の泥跳ねとかもやっぱ常にある。なるほど。タイヤハウスとか、そうですねご下回りですかはい、下回りね。も気になります。タイヤホイールちょっと今ここのアクセサリーボルトっていうのが取れちゃってる状態なんですけど、はいこれもちょっと今回綺麗にしてもらった後に付け直してちょっと新車みたいにしたいっていうここ結構自分たちの割とこだわったホイールだったんで、洗車しても結構細かいボコボコとかがはいはい。なかなか溝とか多くて綺麗にならないというか、はいはい。洗車レベルだとならないので、そうですねこことかがなんかもうピカピカになったら嬉しい。はい、もちろんですあります。じゃあプレミアム仕様の方が、まずボディの全体のコーティングと、あとサイドメニューの方を全て行わせていただくんですけど、まず窓ガラスの前面の撥水、このワイパーの跡だったりっていうので、結構油分っていうのがついちゃってるので、一応その、油分を全て下処理で取り除かせてしまって、窓ガラスのシリコン系の撥水を塗らせていただきますので、はい、全部しっかり視界はすっきりします。ヘッドライトだったりテールレンズだったりウインカーのランプの方も全てコーティングさせていただきます。結構紫外線の影響とかでやっぱり白ボケだったり黄ばみっていうのが結構出てきちゃうので、本当に日焼け止めのような感じで紫外線から守ってあげるっていうコーティングをかけさせていただきます。このミ塗装パーツの樹脂の部分、ワイパーのこのカウルの部分だったり、このミラーの下のところ、あと本当に細かいところですね。ワイパーの樹脂だったり、この樹脂だったりっていうのも全て塗らせていただきます。黒光りが復活するので、結構樹脂塗るだけで新車みたいに戻るので、めちゃくちゃおすすめです。楽しみです。ありがとうございます。ホイールのコーティング、バイザーの方もコーティングさせていただきます。めちゃくちゃ細かいんですね。細かいです。
全て本当に綺麗にしてあげたいっていうプレミアム仕様になってるので、開けちゃっても大丈夫。あ、もちろんです。このドア開けたところのこちらの内側のステップの部分、本当にドア、あとトランクの内側だったり、ボンネットの内側、あと給油口の内側の方も全てへ塗らせていただきます。その時一応こうも拭く時もあるんですけど、はいはいザーッとしかやってないんで止まってて、やっぱり汚れは溜まりやすいので、確かに。こちらもやっていただけると綺麗になります。自浄効果っていうのが、雨が降ると洗車したように綺麗になりますよ、今後のお手入れがすごく楽になりますよっていうコーティングになってます。結構塗装の状態ってぱっと見じゃそんなにわからないんですけど、結構こう近くで見るとボコボコした塗装状態になってるんですけど、こちらのダイエツキーパーの溶剤が空気中の水分とゆっくり硬化して固まっていくものになってます。で、密度がすごいギュッと詰まったコーティングになってるので、こちらの塗装の凹凸の方を埋めつつ真っ平らに固まってくれるコーティングの溶剤になってます。なので汚れが乗ったりしても雨が降ると、本当にこんな感じでつるんって落ちていくので、めちゃくちゃお手入れだったりっていうのはすごく楽になりますので、はい。今後快適に過ごせるかと思います。 You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my I love it. Crank it up, yeah, yeah. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. Turn it up. 全身運動してる。あ、スイちゃんがね、優しく早いっていう感じ。Turn it up on a higher level. Turn it up, we got it. Join me. 次に窓ガラスの油分を取る油膜取りの方をさせてもらいます。 Bring the bass, we might be wicked. We may be forced to. この作業が一番大変らしいんですけど、スイちゃん横は油膜取りしてなかったからめちゃくちゃ大変だと思う。今ずっと見ててさ、いつも洗車機でごめんねって思うっていうのと、なんか嬉しい。我が子がなんか綺麗になってる感覚。すごく丁寧に洗ってもらってるからね。やっぱどんどんこう磨きがかかってきてるのが分かる。黄ばんでるっていうのはなんとなく感じてはいたんだけど、ガラスのところは正直私あんまり洗車した後拭き上げてても分かってなかったけど、まあ横の窓までは俺は意識してなかった。だから認識が甘かったんだなって今回思う。Turn it up on a higher level. Turn it up, we got this. We got this. We got this.下処理はこれで全部終わったので、今からコーティングの1層目の方を塗らせていただきます。なんかパールがまた復活してる。確かに。一応パールホワイトだ。うん。1層目がガラスの成分になってるんですけど、一応結構ガラスって、例えるとお風呂場のガラスとか結構水との相性がよくって、曇りガラスとか鱗みたいになっちゃうんですけど、はい。そういった感じで、ガラスのコーティング剤だけだと水染みの原因っていうのになっちゃうので、一応その上からレジン被膜っていう水染みとの相性が悪い溶剤を乗っけさせていただいて、水染み水垢っていうのを根本的につきにくくしますよっていう風な溶剤になってるので、1層目はこんな感じで終わりました。
おお、すごい。なんか氷の上みたいな。本当に撫でてるような。すごいよ。ちょっと失礼します。もう本当だ。全然力入れないのさーっと引っかからない。すごい。終わりました。ピカピカです。むしろ新車よりもテカってるぐらいの。めちゃくちゃ細かいところまでやってもらって、めっちゃ綺麗にしていただきました。僕ら的になんかこう拭いたりはしてましたけど、ここまで綺麗になったことはない。はい。めっちゃ綺麗になった。よかったね。美人に戻りました。まだすいちゃんも。想像を超えてきたこの綺麗さは。本日ダイヤ2キーパープレミアムの方施工させていただきましたので、お車一周ご確認の方をお願いします。で、ランプですね。一枚なんか幕があるような感じで。本当になんかおーまあ、ダイヤ2キーパーですね、ちょっと気をつけてもらいたいことがございまして、ドライブスルー洗車の方が使えるんですが、撥水系だったりガラス系をちょっと選ばれてしまうとコーティングとの相性が悪くなってしまうので、ご洗濯の際は水洗いかシャンプー洗車の方でお願いします。はい。はい。ご自宅でもし洗車される際なんですけど、中性のシャンプーだけご使用していただいてお願いします。はい。僕たちがフレックスで買った時にこだわって取り入れたリーンのコロラドっていううん。ホイールなんですけども、おしゃれで気に入ってるんですが、2年ぐらい経った時ぐらいかな、日本一周中にそうあれ来ないってそう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 いう風になったりしたことがあって、アクセサリーボルトって言って飾りのボルトが1個取れ始めて、静岡に来てからどんどん取れるようになって、16個中残ってるのが6個だけですね。ダミーボルトっていうことだったので、これ車を購入したフレックスの方に問い合わせをしたら、新しいものをこう送っていただけたので、走ってるとどんどんね劣化していくのもあるし、この溝がどんどん削れていってこうなってるんだろうなっていうことで、プラスチック素材なので飾り物ということで新しいものを取り付けたいと思います。この取れる事例って結構珍しいみたいで、そんだけ走ってるってことでしょうね。本当はゴムハンマーのところをもう自己責任でやってるって感じですね。無事復活しました。スイちゃんのタイヤホイールこれで完全に新車になりましたね。新車です。 DIY したこの車内は正直言ってほとんど変わってません。劣化してるところもない、少なくともプロと一緒に仕上がったこの車内なので出来が違うというところですかね。そうです。誇らしいことでもあり、僕たちだけの力じゃここまでなんなかったなと思います。そうだな、強いて言うならこういったところの床のところが持ち上げた時とかに削れちゃったりとかね、うん。この辺ぐらいかな。
そうだね。とか多分一応上から塗ってる塗料的なところはおそらく剥げたりとか、やっぱ年中車で生活してたから湿気だの日焼けだのでいろいろと剥げたりとかしてるだろうけど、見た感じ正直そんなね変わってないよね。傷はもちろん出てきてるので、そこがいい味になってるかなっていうところですかね。そうだね、味となってます。快適な空間は変わらず、未だに木の匂いは残っています。キーパーラボの様子いかがだったでしょうか。想像を超えてくるようなメンテナンスの仕方、車のケアの仕方を間近に見られて、すごくやってよかったなってマジで心から思いました。もちろんスイちゃんの心の声は聞こえないけど、やっぱ洗ってもらってる姿を見て私たちも喜んでいるように見えましたし、どんどん綺麗になっていく姿がやっぱ見てても飽きなくて、本当にすげーの一言で、指紋使わないように毎回触るときはタオルを持ってとか、その様子をずっと見てたので、こんな風に丁寧に洗車とかメンテナンスとかしてくださるってすごく素敵だなって思って、ぜひまたお願いしたいって思うぐらい、今後やっていきたいなって思いました。いや本当に見違えるスイちゃんは美人になりました。過去一美人でございます。新車の時よりもツヤがなんかさらに出て、うん今回プレミアムコースっていうところでお受けしたんですけど、外見だけじゃなくて細かいところ、本当に樹脂のそんなとこまでやんのっていうところをいっぱいやったりとか、車内も綺麗に掃除してくださったりして、車をすごく大切にしてる方って自分たちもすごい丁寧に掃除されると思うんですけど、それだけでは行き届かないレベルでやってくださるので、この値段になるのはもう話を盛るとか関係なしにすごく納得のいく料金だなっていうのを実際にやってみて感じました。匠の技だと思ったね、やっぱ洗ってる姿も美しいし、もちろん丁寧かつ早いっていうところもあって、スイちゃんは大きい車なので、すごく時間はかかるんですけど、先ほどの動画の中でも出てきた通り、いろんなコースっていうのもありますし、バイクでも自転車でも今はキーパーさんって取り組んでたりするみたいなので、そういろいろお風呂とかもあるみたいです、幅広く取り扱っているところなので、まずは興味がある方は一度足を運んで話を聞いてみるだけでもいいんじゃないかなって思いました。メンテナンス行き届いてないなっていう方がいらっしゃったら、もう車が本当に見違えるぐらい綺麗になるので、エンジンルームまで綺麗にしてもらって、こんなところまでやっていただけるんだっていう感動と、本当に嬉しかったです。今回3年間乗ってきたハイエースについての本音をお話ししましたが、改めてこのハイエーススイちゃんも綺麗になって、またこれからの旅とかお出かけがすごく楽しみになりましたので、このハイエースが乗られなくなるまではずっと大事に乗っていきたいなと思いました。今回の動画はここまでです。この動画が参考になったよっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。何よりもアウトドアや車中泊に、何よりもアウトドアもう言わせるから。